皆さんこんにちは、ことの葉あかねや。今回はエンドフィールドバージョン 1.4 高円光での図面を紹介していくで。投稿主が体調良くなかったり忙しかったりで、今回の動画編集は多少手を抜いてるところがあるけど、その辺はご了承ください。紹介する図面の全体像はこちら。図面は全部概要欄と固定コメントに書いてあるで。使用する工業エリアは不良町、黄龍石の2カ所や、この動画ではメインコア、サブコアと故障してる箇所があるから、それだけ注意やな。それぞれ画像の拡張まで開放しとこう。地域建設レベルは鉱石純度アップの最終段階が開放されるレベル21以上にしておいてな。前提となる資源採掘は鉱石は全箇所、不活性ガスは黄龍石工業エリアのすぐ南1カ所、測定ガスは北部封鎖区域に画像の通り3カ所、それぞれに最高機ガス収集ポンプを配置しとこう。水と沈殿酸については後ほど解説するで。任意やけど無在庫転送が開放されてるんやったら、4号やちから無料へ高密度オリジニウム粉末を送っておくとなおええ。最終的な資源生産消費量はこんな感じになる。また消費目的の生産品はこれらや。それじゃあ早速手順に沿って始めていこう。はじめに黄龍石工業エリアに移動して、設備が残ってたら全部撤去する。邪魔な強約コアは映像の通り端に移動させとこう。その後 1.4 サブコア A、1.4 サブコア B、1.4 サブコア C の図面3枚を映像のように順番に配置する。この時に配置できへん場合は、黄龍石のマップ内にあるパイプ物流装置にあたる4種の設備がないか確認してな。このゲームにはいろんな配置制限があるんやけど、その一つのパイプ物流装置の枠組みをこの図面内で限界付近まで使ってるためや。次に不良城工業エリアに移動して、先ほどと同じように設備が残ってたら撤去する。強約コアを端に移動させとこう。その後 1.4 メインコア A から 1.4 メインコア G の図面7枚を映像のように順番に配置してな。これで図面の配置は終了や。次に液体とガス資源の供給をしていくで。ここで共通する注意点として、アップデートの改善で地下配管はワープしても接続が維持されるようになって、さらに距離制限も経路距離から直線距離に変更された。要するに前よりかなり使いやすくなってるってことやな。せやからその辺を考慮して配置していこう。供給元からの接続はまず不良城、黄龍石の両方で使う水からや。不良城の地下配管の場所はここ。対して黄龍石の地下配管の場所はここの工業エリア外から見て右側の2カ所や。これらに対して接続されてるパイプ1本あたり2台の液体ポンプを配置していこう。配置例はこんな感じ。不良城は画像のように16台の液体ポンプを配置して、他校地下配管1台に対して液体ポンプ4台になるように接続する。黄龍石は画像のように6台の液体ポンプを通常地下配管に2台、他校地下配管に4台になるように配置して接続してくれ。これで水は完了や。次は沈殿酸の供給に行こう。こっちは先の水と違ってかなりシンプル。通常の地下配管1台に対して耐酸性液体ポンプ1台を接続して、画像の場所
強薬コアのすぐ横にある地下配管に接続すれば OK や。次は不活性ガス。これは工業エリアのすぐ南にあるから移動して、採掘ポイント計6カ所にガス収集ポンプを配置し、通常の地下配管1台に接続する。接続場所は沈殿酸供給用地下配管のすぐ隣やな。注意点として、さっき説明した配置上限があるから、この時使うパイプ合流機の数はなるべく少なくなるようにしてな。最後に測定ガスや。このガスは北部封鎖区域マップ内にしか存在せず、その3カ所を全部使う。開放にはサブ任務のクリアが前提になってるから攻略しておこう。できたら今までと同じ手順でガス収集ポンプを配置して地下配管を使って大流石の工業エリアまで運んでくる。接続場所は画像の通り、さっき水をつないだ地下配管の左側や。これで準備は完了。あとは一定時間無制限で電力供給を行える緊急電源機能を使うか、在庫のバッテリーもしくは家賃からバッテリーを輸入して稼働を開始しよう。これで全工程完了や。お疲れさん。最後に機械に水が正常に供給されずに一定間隔で止まる。おそらくバグと思われる挙動に遭遇した場合の対処法。投稿主は転入航路への水供給が遅くなり、測定の生産量が低下する形でこの挙動を確認したで。基本的にパイプを配置し直したら治り、またパイプ分流器と供給先の機械の間にパイプ通過制御口を差し込んでも治ることが確認されてるで。遭遇したら試してみてな。ほな、今日の動画はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。